カラトミーのウェブサイトを見ていたら、こんな表記を見つけた。プラレールはちゃぶ台がサイズのヒントになったらしい。ミニ四駆のコースに比べるとかなりコンパクトに遊べる。プラレールでミニ四駆を走らせればコンパクトなのでプラレールのレール上を走るミニ四駆、つまりプラ四駆。とはいえそのまま乗せるとタイヤがレールに当たらない。ので、こんなものを調達してきた。複線レールという2本のレールが一体になった代物。レールの間隔が約6センチなので、左レールで乗せれば、ミニ四駆のトレッド幅とほぼ一致する。あとは細いタイヤがあれば良いので、3D プリンターで召喚。装着するとこんな感じでレールの溝に収まる。早速コースを作ってテストしてみよう。というわけで簡単なオーバルコースを作ってみた。JCJC に比べてとても小さい。しかも価格は実売価格で2000円以下というのも魅力。テスト走行行ってみよう。スイッチオン。ゴー。あれ？走らない。シャーシがレールに当たっている。ので、タイヤ径を 26mm から 28mm にサイズアップ。これでタイヤが設置するはず。スイッチオン。ゴー。奥位置をミスってしまった。リトライ。ゴー。ちゃんと浮いたのに脱線してしまった。単純にオーバースピードな気もするので、ダミー電池と低回転モーターを装備して、超低速仕様に変更。これでかなりゆっくりになるはず。スイッチオン。ささやかな回転音。ゴー。これなら周回できそう。ダメだった。どうやら四駆の走破性がネックになっているっぽい。前輪も駆動しているので、低速でも段差を乗り越えてしまう。二輪駆動にすれば改善しそうだけど、できれば四駆のまま走らせたい。そういえばプラレールの車両がどうなっているか、今更だけど確認していなかったので、近場のジャスコで買ってきた C12 蒸気機関車という車両。渋くてかっこいいぞ。裏側はこんな感じ。前輪はフリー回転で後輪が駆動している。駆動輪はゴムタイヤを低摩擦の樹脂で挟んでいる。この樹脂がレールの壁に当たることで、滑って乗り上げないようにしているみたい。これをミニ四駆に取り入れてみよう。というわけで開発を開始する。柔らかい素材のタイヤを、硬い素材のホイールでサンドイッチする3パーツ構成にしたいところだけど、これだと車のタイヤっぽくないので、ダミーのタイヤを追加し4パーツ構成にして、3D データ完成。2メートルくらい離れたら普通のミニ四駆のタイヤに見えるはず。3D プリンターで召喚。アッセンブル。かける4個。これをマシンに装着すれば、プラレール走行型ミニ四駆、完成だ。ダミータイヤのおかげで違和感は少ない。果たして周回できるのか。スイッチオン。ゴー。脱線せずに周回できたぞ。やはり純正のプラレールはよく考えられているな。ミニ四駆としてはかなり遅いけど、プラレールよりは速そうな速度。近くで見るとこんな感じ。これはこれで趣深いな。一応どれくらいの速度まで耐えられるか試してみるか。というわけで古い充電式電池を2本装備。モーターは低回転タイプのまま。古い電池とはいえ先ほどよりは速くなるはず。スイッチオン。ゴー。よし。速度は上がったけど脱線せずに走れているぞ。近くで見てみよう。電池1本の速度がかなり遅かったので、相対的にそこそこ速く感じる。近くで見ると迫力だ。どうやらギリギリの速度だったみたい。坂レール。蒸気機関車のついでに買ってきたこいつを組み込むと、こんな感じ。せっかくコンパクトなコースだったのに大きくしてしまった。安全な電池1本で行ってみよう。ゴー。坂はどんな感じに通過するのか。止まってしまった。シャーシ下のサイドガードが当たってしまったので、外してリトライ。ゴー。
今度はどうだ？むむむ。よし。ギリギリ通過できた。頂上で一時停止しそうな速度。ちなみに電池2本だとこんな感じ。坂は余裕でクリアしている。電池が程よく減ってきた影響か、脱線もせず良い感じの走りに落ち着いた。もっと遅くてトルクのあるマシンなら、電池で微調整しなくても、B1 が最適なのでは？タイプ3車足なら速度もトルクも申し分ないはず。ただしタイヤのクリアランスがなかったので、少しだけボディをテープで絞っている。電池2本と低回転モーターの組み合わせ。ギア比は一番遅い 11.2 対1。この手の開拓にはなくてはならない存在。おー。素晴らしい速度。トルクが強いので坂も余裕で登れるぞ。カメラを広角設定に切り替えて、ギリギリまでスマホを近づけてみた。ここまでアップになると結構迫力がある。それと走行音がなかなか良い。ちなみに、アルカリ電池1本とノーマルモーターに変えるとこんな感じ。こっちの方が若干速い。今回はプラレールの上を走らせるべくミニ四駆を改造。最初は脱線しまくりだったけど、タイヤをサンドイッチ構造にすることで実現できた。しかし、少しでも速度が出るとすぐに脱線してしまうので、今後はより安定してレール上を走れる方式を模索したり、プラレールの他にもコース代わりになるものを探したりしたい。おまけ。電池とモーターだけ制限した自作マシンで、スタートレールキットのレイアウト6を走らせる遊び。通称、プラレーサー。以前作ったけど動画にしていなかったこれらのマシン。今回せっかくプラレールを使ったので、関連マシンとして紹介したい。1台目は、ウォームギアを使ったコンパクト低重心マシンで、ギア比は10対1、タイヤ系は13ミリ。最初に作ったマシンなので、スピードよりちゃんと走ることを重視している。タイムは 19.15 秒。2台目は、1台目をベースに改良したマシンで、ギア比は約 6.9 対1、タイヤ系は20ミリ。ウォームギアを廃止してギア比を高速化した。その代償でモーター位置が上がり重心が高くなっている。タイムは 13.17 秒。サイズが小さくコースも手軽なので、CAD 設計や 3D プリンターを楽しむのにぴったりなこの遊び。Twitter でハッシュタグ検索すると、他の方々が作ったマシンが見られるぞ。中でもデザイナーの三月氏が作ったマシンは、めっちゃスタイリッシュでかっこいい。電池ボックスを構造体として利用するアイディアもすごい。皆さんもぜひ色々と作ってみてほしい。おまけのおまけ。2024年の1月頃から、ルール無用プラレールタイムアタック、という競技が始まったらしい。せっかくなので先ほどのマシンで参戦してみよう。このコースのタイムが記録となる。タイムは 3.15 秒。さて、ランキングを見てみよう。0秒台だと